今回の深掘りへ、もしあなたが日々の情報過多の中で本当に重要で面白い知識だけを効率よく吸収したいと考えているなら、ここはまさに完璧な場所です。本当にそうですね。今日の私たちのミッションは、ロボット工学の世界で今まさに常識を移そうとしている、ある画期的な研究論文から最も強力なインサイトを抽出することです。今回のターゲットは、ペーパー 2026-03-0720-603-055本 V1.pdf、通称ロボポケットに関する論文ですね。はい、そのロボポケットです。数百万ドル規模のラボとか、扱いにくい物理的なロボットは一切不要になるという。ええ。なんと、あなたが今ポケットに入れている市販のスマートフォンを使って、ロボットのポリシーをほんの数分でトレーニングしたり修正したりできるという驚異的なシステムなんです。これは本当に業界を揺るがすインパクトがありますよ。ですよね。さて、このあたりから紐解いていきましょうか。あなたも例えばテニスとかゴルフ、あるいは楽器でもいいんですけど、何か新しいスキルを学んだ時のことを思い浮かべてみてください。はい。スポーツや楽器の練習ですね。自分のフォームとか動きのミスに、その瞬間に気づいてすぐに修正できたら、上達のスピードって桁違いに跳ね上がりますよね。確かに、即時フィードバックは学習のようですからね。実はロボットの模倣学習においても、これと全く同じことが言えるんです。でも、これまでに巨大なボトルネックがありました。はい、面倒なプロセスですね。ロボットに新しいタスクを教えるためには、常に物理的なロボットを動かし続ける必要があって、なおかつデータ収集からトレーニング、テストまでの全工程を管理できる、博士号レベルの専門家が付きっきりで作業しなければならなかったんです。ロボット工学における長年のジレンマです。ここで非常に興味深いのは、既存の模倣学習手法が抱え続けてきたデプロイメントのパラドックスという文脈なんですよ。デプロイメントのパラドックスですか。そうです。ご存知の通り、ユーミーなどのオープンループの手法ってデータを大量に集めること自体は比較的簡単なんです。カメラとかを使って人間の動きを記録するやつですよね。でもロボットが実際にどう動くかというリアルタイムのフィードバックがないまま、いわば盲目的にデモンストレーションを記録しているに過ぎないんです。なるほど。やりっぱなしみたいな状態ですね。一方で、ダガーのようなインタラクティブな手法は、ポリシーのミスをその場で修正できるので、データ効率は極めて高いんですが、常に物理的なロボットを稼働させる必要がある。その通りです。これはスケーリングの観点から見れば絶望的ですし、何よりエラーのフィードバックを得るために、ロボットが実際にガシャーンと物を壊すまで待たなければならないという致命的な遅さがありました。つまりデータの量を取れば質と安全性が犠牲になって、質を取れば莫大なコストと物理的な制約がのし上がるわけですね。このトレードオフを完全にハックしたのが今回のロボポケットというわけです。私がまず驚いたのは、このシステムのハードウェアとしての身軽さなんですよ。ハードウェアの設計非常にスマートですよね。はい。ロボポケットのデバイスは標準的な 3D プリントで作られたロボティック 2F85 と同型の適応型グリッパーをベースにしているんですが、その部品代、いわゆる BOM コストがたったの$70程度なんです。その$70のハードウェア設計にこそ実は深い洞察が隠されているんですよ。単に見た目を似せたプラスチックのモックアップではないんです。と言いますと、実際のロボットハンドと物理的に同じ動きをする同型的な構造を持っていることが極めて重要なんです。英語で言うとアイソモーフィックですね。アイソモーフィック。形だけじゃなくて動きの性質も同じということですか？論文でも強調されていますが、このグリッパーにはトーションスプリング、つまりねじりバネが精密に組み込まれているんです。バネですか？はい。実際のロボットが机などの表面にぶつかったり、不定形な物体を掴んだりする際、指先には必ず受動的な変形が生じますよね。カチカチの金属じゃなくて少し力が逃げるというか、形が沿うような感じですね。まさにそれです。このバネのテンションがあることで、その物理的なコンプライアンスを人間の手元で正確に再現して、ポリシーに正しい力学的な感覚を学習させることができるんです。なるほど。さらに、テコの原理を利用したリンク機構によって、人間が何十回と操作しても疲労を感じにくくように計算されているんです。物理的なロボットの挙動の癖をたった$70のデバイスで完璧にシミュレートしているわけですね。そういうことです。そして、その物理的なクローンに私たちが普段使っている iPhone Pro を合体させる。ここで私が最高に興奮したのは、
iPhone を単なる GoPro みたいな単なる記録用カメラとして使っているわけではないという点です。ええ。ただの録画機ではありません。ロボポケットは iPhone の強力なチップをエッジコンピューティングのハブとして極限まで酷使しているんですよね。現代のスマートフォンの演算能力を考えれば、単なるストレージとして使うのはあまりにももったいないですからね。確かに。ハードウェアの構成を見ると、まず視界の問題を解決するために、市販の魚眼レンズをカスタムマウントで装着して、ロボット特有の広角な視野角を確保しています。ロボットの目線を再現しているわけですね。はい。さらに ESP32 ベースの Bluetooth インターフェースと磁気エンコーダーを利用して、グリッパーの開閉状態を 30Hz という高解像度でキャプチャーし続けています。30Hz？ かなり細かい動きまで拾えますね。しかし iPhone がエッジハブとして機能する最大の進化は、アクティブな検証をリアルタイムで実行している点にあるんです。そのアクティブな検証、本当に見事なアプローチですよね。データ収集の現場をちょっと想像してみてください。はい。あなたがロボットに動きを教えようとして、うっかりロボットの関節の可動域を超えた物理的に不可能な動きをしてしまったり、カメラのトラッキングが飛んでしまったりしたとします。よくあるミスですね。従来の手法なら、後時ラボに戻ってデータをパースするまでそのエラーに気づけないんですよ。結果として何時間もかけて集めたデータが全て使い物にならないゴミデータになってしまうリスクが常にありました。そういった無駄をエッジ側で完全に遮断しているんです。iPhone がその場で弾いてくれるんですか？iPhone 上で動作するシステムは、ビジュアルスラムによる自己位置推定の安定性を常に監視しつつ、同時に運動学的な逆運動学、つまり IK ソルバーを回して、現在の動きが実際のロボットアームの制約に収まっているかをリアルタイムに計算しているんです。裏側でそんな複雑な計算を回してるんですね。もしユーザーがロボットには不可能な軌道を描こうとすると、iPhone の画面上に即座に警告が表示されます。自分の手の中にあるスマホが、今の動き、ロボットの間接的に無理だからやり直して、でリアルタイムでダメ出ししてくれるわけですね。この即時フィードバックのレイヤーがあるおかげで、ロボット工学の知識が全くない一般ユーザーでも、無意識のうちにハクサゴーレベルの専門家と同等のクリーンで高品質のデータだけを抽出できるようになっています。これはデータ収集のほろまりが劇的に変わりますね。そして、ここからが本当に面白いところなんですが、ロボポケットの最も魔法のような機能、AR ビジュアルフォーサイト、つまり拡張現実による視覚的予知の仕組みです。データの収集プロセスを洗練させるだけでなく、AI も推論をどうやって人間にフィードバックするかという根本的な課題への回答ですね。はい。これ、リスナーの皆さんもぜひ想像してみてください。あなたが iPhone の画面越しに現実の部屋を見ていると、画面上にスーパーマリオのコインのような 3D の軌跡が空間にふわふわと浮かび上がっているんです。まるでゲームのような UI ですよね。これは iPhone がカメラのストリームを裏側で推論サーバーに送り続けていて、ポリシーネットワークが私は次にこういう軌道で動こうと思っているという未来の意図を AR として現実世界にオーバーレイ表示しているんです。しかも、この推論の往復遅延はわずか150ミリ秒。ほぼ遅延なしのリアルタイムです。あなたはただ画面に浮かぶコインの軌跡を追いかける感覚でデバイスを動かせばいいんです。この150ミリ秒のレイテンシーで意図を視覚化できることがパラダイムを根本から変えているんですよ。と言いますよ。先ほどダガーのような従来の手法ではロボットが実際に失敗するまで待つ必要があると言いましたよね。つまり介入が常に受動的だったわけです。ミスが起きてから対処するという形ですね。しかしこの R ビジュアルフォアサイトを使えば人間はプロアクティブな、つまり能動的な介入が可能になります。つまりAI が失敗して物を壊す前にそのミスを未然に防げるということですね。その通りです。画面上の AR の軌跡を見て、このポリシーは今ターゲットのカップを通り過ぎて隣の障害物にぶつかろうとしているなという未来を人間が事前に予測できるんです。見えちゃってるわけですからね、 AI の考えが。その瞬間ユーザーは手元の物理ボタンを押し、そのまま正しい軌道へとデバイスを誘導して手本を上書きするんです。物理的なロボットを一切現場に持ち込むことなくですか？そうです。危険なクラッシュを経験させることもなく、ポリシーの弱点となる状態空間だけをピンポイントでサンプリングして修正データを与えることができるんです。ロボット不在のままポリシー反復を回せるという極めてエレガントな解決策ですよ。ロボットがそこにいないのに、ロボットの脳みそだけを現場で鍛え直せる、本当に SF みたいな話です。
ではそのボタンを押して集めた修正データは一体いつどうやって AI の頭脳に反映されるんでしょうか？それが次の驚くべきポイントですね。ここから数分で完結するという瞬時のアップデートのメカニズムに迫りましょう。従来のデータ収集といえば、現場でテラバイト級のデータを集めた後、ディスクをラボに持ち帰って、GPU クラスターで数時間から数日かけてバッチ処理でファインチューニングするのが当たり前でしたよね。非常に時間のかかるプロセスでした。しかし、ロボポケットのアーキテクチャは、非同期のオンラインファインチューニングを前提に設計されています。非同期のオンラインファインチューニング。ユーザーが現場で修正データをキャプチャーすると、そのデータは即座にバックエンドのトレーニングサーバーにストリーミングされます。そして、文字通り数分後には、更新されたポリシーがエッジ側にデプロイされるんです。数分。コーヒーを入れて戻ってきたら、もう AI が賢くなっていて、AR の軌跡が変わっているのを確認できるわけですか？そのスピード感です。でも連続的な制御ポリシーにおいて新しいデータを急に流し込むと、AI がこれまでできていたことまで忘れてしまう、いわゆる破局的忘却が起きるリスクが高いんじゃないですか？鋭いですね。連続制御タスクにおける破局的忘却は非常にシビアな問題です。それを回避するために、このシステムでは RLPD、つまりプライオードデータを用いた浄化学習にインスパイアドされたサンプリング戦略を採用しています。どういう比率でデータを混ぜるんですか？具体的には、新しく収集したばかりのホットの補正データを 50%、そして過去の安定したパフォーマンスを保証するオフラインのベースラインデータを 50% の比率で混合して学習バッジを構築します。なるほど。半分ずつ混ぜるんですね。はい。このバッファ管理によって、過去の表現学習のメモリを強固に維持したまま、現在直面している特定の分布シフト、つまり弱点だけを即座に修正上書きしていくことができるわけです。賢いやり方ですね。これをさらに大きな視点と結びつけてみると、非常に興味深い事実に気づきます。このシステムが実現しているフィードバックループは、私たち人間の学習サイクルと驚くほど似ているんですよ。人間の学習サイクルとですか？人間は自分の動きのズレに気づく、その場で正しい方法を試す、すぐに結果を確認して微調整するという短いサイクルを回すことで運動スキルを獲得しますよね。確かに自転車の練習とかまさにそんな感じです。ユーザーが AR 上でポリシーの勘違いを視覚的に発見し、直感的にデータを補正して数分後にはその結果を AR 上で確認できる。機械学習の退屈なパイプラインを人間の直感的な学習サイクルへと完全に同期させたんです。だからこそ少ないデータで驚異的な適応力を見せるんですね。では、その適応力が実際のタスクでどれほど強力なのか、論文で示されている実世界での実験結果を見てみましょう。はい、4つのタスクで検証されていますね。ブロックの仕分け、調味料の注入、タオルの折りたたみ、そして両手を使ったスナックの袋詰めという非常に複雑なタスクでシステムの有効性を証明しています。中でも特に分析の価値があるのがタオルの折りたたみのタスクです。タオルって形が変わるから難しいんですよね。布のような変形する物体の操作は現在のビジョンベースのポリシーにとって悪夢のようなタスクなんです。悪夢ですか？なぜならピクセルの情報からどこがタオルの角なのか、どう引っ張ればシワが伸びるのかといった意味的な対応関係を潜在空間の中で一貫して維持するのが極めて難しいからです。そこで非常に興味深いデータがあります。従来の物理的なロボットを使った手動のポリシー介入を行った場合、専門家が良かれと思って介入データを追加したにもかかわらず、成功率が 0.73 から 0.50 へと逆に大幅に低下してしまったんですよね。はい。介入が裏目に出てしまったんです。人間の専門家が直接手伝ったのになぜ AI は混乱してしまったんでしょうか？それは人間が見ているタオルの角とポリシーが注目している特徴量の間に決定的なズレがあったからです。見ている場所が違ったということですか？物理ロボットを通じた介入ではポリシーが今何を考えて間違えようとしているのか、人間にはブラックボックスのままです。そのため AI の現在の状態空間とは全く噛み合わない文脈を無視したデモンストレーションを押し付けてしまったんです。なるほど。良かれと思った手助けが結果としてポリシーの表現を破壊してしまったと。しかしロボポケットのインスタント PI、 つまり瞬時のポリシー反復を使った場合、ユーザーは AR の軌跡通じてポリシーがタオルのピクセルをどう誤認しているかをリアルタイムで視覚的に理解できます。AI はここを角だと勘違いしてるなってわかるわけですね。その上でポリシーの意図に寄り添った的確な補正データを与えた結果、
成功率は一気に 0.88 へと跳ね上がりました。AI の思考のズレを AR で見透かした上で、最も効果的な一手を打てたわけですね。それにトラッキング精度の高さもこの成功を支えていますよね。精度は申し分ないです。シングルアームのトラッキング誤差はわずか 2.8 ミリ。既存のオープンループ手法である UMI の 6.1 ミリと比較しても圧倒的な精度です。このミリ単位の精度が担保されているからこそ、タウルの角をつくむようなシビアなタスクが成立するわけですね。次に言及すべきは、このシステムが持つ野生、つまりインザワイルドでの一般化能力のスケール感です。野生での一般化、いい響きですね。研究チームは4人の異なるユーザーがそれぞれ全く環境の異なる4つの部屋で同時にブロック仕分けのデータを補正するという分散型の実験を行っています。あなたが自宅のリビングで、私がオフィスのデスクで、同時に一つの巨大な AI モデルを育てているような状況ですね。その通りです。ビジョンベースの模倣学習において、未知の背景や異なる証明条件など、トレーニング時とは異なる環境に直面した際にパフォーマンスが急落する強変量シフトは最大の壁の一つなんです。環境が変わると急にポンコツになるやつですね。単に同一環境でデータを無限にスケーリングしてもこの壁は越えられません。しかしこの分散実験では、各ユーザーが自分のいる部屋で AR の軌跡を見ながらたった12回だけインタラクティブな修正を行っただけで、非常に難易度の高い環境での成功率が 42% から 82% へとほぼ倍増したんです。たった12回の修正で成功率が倍増ですか？ベースラインとなる純粋なデータスケーリング手法と比較して2倍のデータ効率を叩き出しています。これはロボット工学におけるスケーリング則に対する重要な示唆を含んでいるんですよ。どんな示唆でしょうか？つまり文脈をかき集めた大量の受動的なデータをかき集めるよりも、ポリシーの限界、いわゆるエッジケースをついた少量のプロアクティブで質の高いフィードバックがいかにモデルを反化させるかという事実です。いやー、本当に脳が刺激されるインサイトばかりですね。さて、あっという間に時間が来てしまいました。これらの技術的なブレイクスルーを踏まえて、つまりこれは全体として何を意味するのでしょうか？これは単なる便利なデータ収集ツールが開発されたという歪小な話ではありません。ロボット工学の歴史における明確なパラダイムシフトです。パラダイムシフト。これまで高価なハードウェアと限られた専門家の中に閉じ込められていた高品質なポリシー反復のプロセスを完全に民主化したんです。誰のポケットにも最高峰のロボット工学ラボが入っているという状態を作り出しました。なるほど。データ収集の舞台を実験室から世界中のあらゆる日常空間へと開放したと言えます。あなたが明日から通勤電車を待つ間にスマホを取り出して最先端の汎用ロボット AI をトレーニングできるかもしれない、そんな時代がもう目の前に来ているんですね。本当にワクワクしますね。さて最後にあなたへこの深掘りを締めくくる一つの思考の種をお渡ししたいと思います。論文の最後で研究者たちは将来の展望として非常に興味深い方向性を示唆しているんです。スマートグラスへの展開ですね。はい。現在のシステムはスマートフォンを両手で持つため長時間の作業ではどうしても疲労が伴います。そこで彼らは次のステップとして一人視点視点のスマートグラス、つまり AR グラスへのシステム統合を見据えているんです。両手が完全に自由になりますからね。ここで少し想像を飛躍させてみてください。もし近い将来、私たちが日常の家事、例えばキッチンで料理をしたり、洗濯物を畳んだり、部屋の片付けをしたりするときに、日常的にスマートグラスをかけるのが当たり前になったらどうなるでしょうか？日々の生活そのものがデータになる？グラスのカメラが私たちの視界と熟練した手の動きを高精度にキャプチャーして、AR で表示されるポリシーのズレを私たちが無意識のうちに日々の生活の中で補正し続ける。それはすごい世界観ですね。私たちが何気なく行っている日常の身体的労働そのものが、世界中の汎用 AI を構築するための最も価値のあるデータコモディティ、つまり資源としてシームレスに売買される時代が来るのではないでしょうか。AI のトレーニングが特別な作業ではなくなり、人間の日常的な生活というコンテキストそのものが巨大なロボティクス基盤モデルを駆動し続ける、非常にスリリングな未来のシナリオですね。次に、あなたが何気なく机の上を片付けるとき、もしかしたらあなたのその滑らかな指の動きが未来のヒューマノイドロボットを動かすマスターデータになるかもしれませんよ。ぜひそんな少し先の未来を想像しながら、今日の知識をあなた自身の視点で消化してみてください。今日のお話が新しい視点を持つきっかけになれば嬉しいですね。今回の深掘りにお付き合いいただきありがとうございました。また次回、あなたの知的好奇心を強烈に刺激するテーマでお会いしましょう。